はい、お次はこちら、600W ジグソーということで、5380円です。開けてみましょうか。ワークプロ。こういう感じですね。特に箱とかはない感じみたいです。で、100V 給電式タイプですね。で刃も何個か入ってます。ウッド、キーやな。HCS。ウッド。何がちゃうんやろな。全部キーやねんけどな。これとこれ一緒やな。メタル、鉄。これとこれは一緒やね。1、2、3、4種類の刃が入っております。これ、ここに掃除機みたいなのをセットできるみたいですね。おそらく。これが45度に回せるよということですね。回すことによって、なんかメリットあるんかな。なんか45度にこう斜め切りできるやん。そうやったら三角をこう綺麗に角をピタッと。へえ、こう、いつもこう切るやろ。大工さんとかがやるのかな。僕らはちょっとシチュエーション的になかなかないのかもしれないですね。やったことないです。まあ今、深夜が言うように、そういう斜め切りとかできるんで、DIY とか、三角と三角を合わせるときにいいのかもしれないですね。で、まあ、説明は特に書いてないかな。はい。ってことで、キーでも切ってみましょうか。まあちょっといろんな刃があったんですけど、黒で、これでいきましょうか。で、これ六角がいりますね。六角はついてなかったです。ここについてんねや。六角ここについてると。で、おそらく、これは六角いるんかな。自動じゃないんだ。ここで、ここを緩めて、こうです。はい。じゃあちょっと準備します。こういうゲージがついてまして、これの使い方なんですけど、ここ、六角があるんで、まあもう僕緩めたんですけどね、この六角レンチで緩めてもらって、ここに刺して、例えば3センチで切りたかったら、ここ、3で止める。まあシビアにビタビタに行きたいときはちゃんとここをスケールで当たるとかね、されたらいいのかなと思います。で、ここにレベル、スピードが、めっちゃ遅いな。まあでも鉄とか、結構速いな、6。こっちはないな。これはちょっとね、多分刃の動きとか、そういう感じだと思います。じゃあ、これで3センチで切ってみます。どんぐらいの威力があるのかな？これ、まあまあ分厚い。12ミリぐらいのね。12ミリかな。こちら。おそらく、12ミリのコンパネっていうのは結構ね、切るのが苦労するんですけど、楽々切れました。ってことで、キーも楽勝やと思います。はい、次はね、鉄を切ってみます。まあ本来こうちゃんと固定して、やるべきなんですけども、僕ら現場でね、こうバンドソーっていうので切るんですけど、ちょっとそれと同じ感覚で切れたらすごい使いやすいのかなと思います。こうやってゲージもあるしね。切れるかな？いってみます。ちゃんとついてなかった。短いな。メタルこれだけか。これは長さが刃が無理やね。鉄板とかやね。薄い鉄板いってみます。サクサク切れますね。僕らで言ったらラックの蓋とかセパレーターとか、ちょっと鉄の配管とかこの刃が長かったらもしかしたら切れるのかもしれないですけど、現場作業でも使えると思いますし、 DIY とかだったら十分じゃないでしょうか。結構力はね強いのかなと思います。ということでジグソーでした。次はね、みんな大好きレーザーですね。こういうやつです。レーザー充電可能ラインレーザー墨出式、充電式ということですね。ちょっと僕一回開けてるんですけど、こういう感じになっております。こういう実は袋も入ってました。この普段はこの袋にこうやって収納するんでしょうね。でおまけでここに鉛筆とかいろいろ入れてもいいのかな。でこれベルトに通せるようになってます。でここでも持てます。そしたら使っていきましょうか。こういうレーザーっていうのはね、僕めっちゃ使いまして、ラックとか、配管とかこうする時にやっぱりレーザーがあれば見やすいし、高さを合わす時とかにかなり使います。そしたら使ってみましょう。これね、ここがマグネットになってます。でこれを
こに装着すると。でここが電源。よし、これマグネットなんでね、鉄分。でこれ今点滅してるの分かりますでしょうか。これは水平が出てないよということです。これで今水平が出ました。今まあ1445ぐらいですね。これも同じくちょっと今シャッターがね揺れてるんで、シャッターあかんな今多分バイク通って余計揺れてんやろ。この頑丈そうな鉄骨でいきます。そしたら向こうに転職、これこうやって角度変えれるんで、あっちの方を照らしたかったらこうやっといて、この高さにずっと何か配管などをしていきたいと。1488 1475。まあ土間も関係してるからね。まあこの見てもらったら分かるように土間なんで、この土間で 2,3 ミリの狂いがあるんやと思いますけど、これが言ったらまっすぐです。今日シャッターラインで見たらずーっとほんまにまっすぐなってる。うん、まっすぐやな。うん。でこの高さに設定しておいてもいいし、これを目印にしてここから200のとこにつけるよとかっていう風に使えます。でこれまっすぐも出るので、こういう風にねまっすぐのラインも描くことができます。今ちょっとこの、対象物がないのでまっすぐ出てるのか確認するのは難しいんですけど、まあまあやってみてください。これ今自動水平なんですけど、例えば斜めに何か貼りたいとかいう時はこう手動モードにしたら、見えますでしょうか。おお。こう斜めに何か綺麗にまっすぐ、めっちゃ綺麗に見えるわ。斜めにこう何かしたい時とかね、その下とかも十字にこう出てるんですけど、そういう時にいいかな。このレーザーは5580円で、こう土間にもベタっと置けるんで、こう置いて、例えばここからここまでがなんぼ、ここからここまでがなんぼってやって、こうやって合わせたらまっすぐの配管とかをつける時に使いやすいのかなと思います。コンパクトですしね、持ち運びしやすいんで。レーザーでした。 OK。 次はね、これコードレス電動ドリルドライバーということでちょっともう出したんですけど、なんと4980円です。でこれね、重さ12V なんで、僕らが使うペンドライルがちょっと重さはあるけどそんなに重たくないのかなと。でライトもついてます。でこれね、僕がいいなと思ったのは何がいいかというと、バンとか端子台があれば説明しやすかったんですけど、結構決線する時とかにみんなペンドラでいっちゃうんですけど、ビスを壊してしまったり、制御機器だったらこう割れたりね、そういうのがあるんですけど、これはトルクを調整できます。どういうことかと言いますと、例えば、これがペンドラやと思ってください。インパクト機能はついてないんですけど、これ無限に締めれますよね。でこういうビスを締め込む時にこういうことが起こり得るんですね。で舐めてしまう。ほんならこれ取れないですよね。もうマイナスで取るとか何かしないとダメで、これをトルクを3ぐらいにしておきましょうか。そしたらこう今ね、もうこれ以上いかないんですよ。3のトルクでちゃんと止まってくれる。であとはちょっと不安やったら軽く手締めして、これ以上いったら舐める。はい。これ新人さんとか、ちょっと盤決戦させるの怖いなっていう時とかにこれとかを渡したらね、いいのかなと思います。で値段も4980円なんで、現場によってはこれトルク調整式じゃないと使わないでくれっていう現場もあるんで、そういう時にこれ使ってもいいのかなと思いました。あとは一応ドリルドライバーなんで穴開け等もできると思うんでやってみましょうか。この鉄板開けてみます。ドリルモードでね。開きました。ちょっと太いのもいってみましょうか。普通に開きますね。し
しかもこれ速度があまり速くないので、ステンレスとか分厚い鋼材開けるときにいいかもしれないですね。はい、ってことでせっかくなんでステンレスに挑戦です。僕はこのステンレスね、高速回転があったら高速で回しちゃって切りダメにしたりする方がやっぱりよくいるので、逆にこれ渡しといたらこれで成功したら、ね、いいのかなとやってみます。難なく開けることができました。ってことで、制御機器などのトルクとしても使えるし、こういう穴開けでも十分かなと思います。ってことで、4980円ここまでできたら十分やなと思いました。ドリルドライバーでした。はい、これで何やかんや最後ですね。こちらのバッカン、なんと2480円ということです。これ、今言ったら折りたたみしてます。いらないときはこうやって畳んで、これ肩掛けがついてますね。でこれこうガチャッとこうやることで自立します。ちょっとめちゃくちゃな強度はないと思うので、あんまり無茶したら折れちゃうかな。僕らでやったら現場で材料バババババーっと入れて、こうやってこれ持ってきてって言ったり、ここにね土のう袋とかを広げてゴミ箱にできるんじゃないかな。僕ら現場ではこういうのにゴミを入れていくんですけど、やっぱりこう置かれてるだけじゃ入れるのめんどくさいんで、しんどいかな、ちょっと無理でしたね。大きいやつやったらいける。大きいやつだといけるな、このサイズは無理でした。大きいサイズの土のう袋だったらいけるんじゃないかと思います。で嬉しいことにこれ中もね何かしら収納がこうやってついてるんで、こういう風にね、結構いいんじゃない？こういう風に散らばらない。でこの横にはスケール入れてみたり、いろいろ入れてください。これが持ちやすいようにこうなってるんで、少々重たいものを入れても疲れにくいのかな。でこうやって持つこともできるし、こうやったあれやな、頑丈なのかな、こういう感じです。こうやって背負って持っていけるんでハンズフリーでいけます。ということでバッカーの紹介でした。ということでいろいろ紹介したんですけど、今回ワークプロさんとかいろんなメーカーが登場しました。僕らがいつも使う工具とは、見たこともない人もおると思うんで、結構値段もリーズナブルで、使えそうなものいっぱいあったんで、ぜひ一度チェックしてみてください。ありがとうございました。とりあえず面白くしたいです、電気屋を。